はい、こんにちは。今日の動画はデッキ紹介ということで、こちらのデッキ、ティアックの V900X。はい、年代で言ったら1983年とか84年とか、80年代前半ですね。はい。で、パッと見はもうZ シリーズと、だいぶそっくりということで、特に Z5000 とかとね、すごく似てますけども、一応 V シリーズです。V シリーズの一番上の機種になるんですかね、当時は。で、V シリーズの上に、Z シリーズっていうのがね、あるんですけども、はい、ということで今回の動画はこの V900X をね、ちょっとたっぷり紹介していきたいと思います。もう外観から、音質から、蓋開けて中までね、たっぷり紹介していきたいと思います。で、今回はですね、なんと取扱説明書の原本もありますんで、これもね、ちょっと時々、見ながら、紹介していきたいと思います。これちょっとオーナーさんがね、貸してくださったので、これもね、ちょっと活用していきたいと思います。はい。さあ、ではまずは外観から見ていきましょうか。先ほども言いましたけども、Z5000 と、だいぶそっくりということで、特にこれかな、このキャビネットに入ってるこのプレスライン。やっぱこれがあるとね、デザインに、締まった感じが出て、いいですね。はい。で、前面も大体はね、Z5000 と、似てるということなんですけども、左側。ここはノイズリダクションの関係のスイッチがありますね。はい。で、このデッキは DBX にも対応してます。で、ここのね、この DBX ディスクって書いてあるスイッチ。これ僕ね、あんまりよくわかんなかったんですけど、説明書を見たら、どうやら、DBX の、DBX でエンコードされた、なんかね、レコードがあるらしいんですね。で、これを、なんかこのデッキに入れるときに、このモードを使うそうです。はい。これは、こっちのね、普通の DBX っていうのは、普通の、DBX ノイズリダクションということで、はい。ドルビーは B と C ですね。はい。で、モニターの切り替えスイッチ。で、ここの、シンクロかな、シンクロというモードにしておくと、テープの操作に応じて、モニターモードがね、ソーステープ自動的に切り替わるといったモードになってます。後に出てくるオートモニターだったかな、ティアックだとそういう確か名称だったと思うんですが、それのなんかこう、前身みたいな機能じゃないかなと思いますね。はい。そして、隣がメカですね。メカは左配置の、メカとなってますけど、ちょっと普通の左配置のメカのデッキよりは若干右寄りかな。はい。ここにスイッチがある関係だと思うんですが、はい。で、メカはここで、テープの操作ボタンがメカの真下にあると。昔のね、ガチャメカに多かった、この、ボタンの配置ですね。で、大体ね、フェザータッチになると、右に行ったりだとか、左に行ったりだとか、メカが中央で、ボタンがね、左に行ったりだとか、離れの位置にね、ボタンがあることが多いんですけど、これは、なんか昔ながらの、このね、メカの真下にあるというね、配置になってます。はい。そしてメカの右側ですね。ここがディスプレイ、メーターとかカウンターとかの表示ですね。なかなかね、スペースがでかいです。はい。で、カウンターは、3つのモードがありまして、4桁の普通のカウンター、4桁のカウンターと、あとね、ここで切り替えるんですけど、テープ残量を表示する。あと残り何分って表示するモードと、あとは再生時間ですね。この3つのモードがあります。はい。で、この CPS って書いてある CPS0 って今なってますけど、選曲機能の、これ今0になってますけど、これ1、2、3、4、5って、これだったら5曲先の曲までスキップするという、意味になるんですけど、はい。CPS はティアックの名称ですね。ソニーだったらなんだっけ、AMS だっけ、はい。なんかメーカーによってね、いろいろ名称がね、ありますけども、はい。ティアックの場合は CPS。ですね。で、メーターはマイナス20からプラスの10まで、スケールが取ってある、メーターですね。で、ドルビーマークがね、これついてないんで、どこが基準になってんのかなと、ちょっとね、考えてたんですけど、おそらくこれ、
おそらくなんだっけ、マイナス4が、0VU で、マイナス2のあたりが多分ドルビーのレベルだと思うんですけどね、DBX がついててプラス10までのスケールだったらおそらくマイナス2あたりがドルビーマークになってるんじゃないかなと思います。で、メーターの下にあるのがこれオートフェーダーの機能でして、ここで、フェードの秒数を調整して、でここを押すと自動的に綺麗にフェードインフェードアウトをやってくれるという、そういった機能になってるそうです。はい。でそして、一番右ここ、アウトプットのボリュームと、インプットのボリュームですね。で、Z5000 もね同じ場所についてるんですけど、 Z5000 とね違うのはこれ引っ込まないんですよ。 Z5000 はここね押し込むと、このつまみが引っ込んで簡単に調整できないように間違って調整できないようになんかこうプロテクトじゃないけどなんかロックみたいなことをすることができるんですけど、この V900X は押し込んでも、何もへこまないという、そういった形になってます。あとはこれはね、キャリブレーション関係です。あとカウンターのモード、カウンターの切り替えとかもありますけども、カウンターの切り替えはここですね。ここがキャリブレーション関係です。で、Z5000 と大きく違うのは Z5000 は完全マニュアルだったんですけど、V900X は完全オートです。はい。なんでここでね、調整します。調整というかここでこのリファレンスっていうのが初期値で、このオートキャルっていうところを押すと、自動的に、オートチューニングをねやってくれるといった形になってます。で、これねリードとライトとかねこれ電源切っちゃうとメモリがね消えちゃうんですけど、電源つけてる間はこれなんかねメモリしておけるらしいです。で、すぐにこう保存した値をね呼び出せるといった、そういった機能になってるそうです。はい。で最後はここですね、マイク端子で、これはなんか有線リモコンでしょうかね。はい。さあではちょっとデッキの後ろ側を見てみましょう。じゃあちょっとデッキを回転させますね。一応電源を切って、はい、これが後ろ側ですね。特になんかあれこれついてるってわけじゃなくて本当にシンプルな、形になってますけど、ここにラインインとラインアウトのこの RCA 端子があるだけですね。なんかサービスコンセントとかね、あとはなんだっけC3X とか C2X にあるようなDBX の外付けユニットにつなぐなんかこう専用端子とかはそういったものは、なくて本当にこれだけですね。ちなみにですね、この電源コードに書かれてる西暦はですね、見ると1983ってなってますね。なのでちょうど、1983年とかね、その世代の、デッキになりますね。じゃあちょっと前に戻しますね。それではじゃあメカの部分見ていきましょうか。どうなってるんでしょうか。で、ですね、これまずね、特徴的なところがですね、このイジェクトです。イジェクト、これイジェクトボタンなんですけど、これ今やったんで、もうお分かりかと思うんですけども、開けるときは、電動なんですね。で、閉めるときは、自分で押し込んで閉めなきゃいけないんですね。いわゆる半自動みたいな、感じのこの開閉でしょうかね。はい。でこうやって開いてる状態でねイジェクトをしても、ここ見ると分かるんですけども、こう、爪が動くだけで何も起こりません。でこれまたですね、これ Z5000 とちょっとまた違うところがあるんですけど、Z5000 もね一応半自動なんですけど、同じようになんですけど Z5000 はですね電源を切ってても開けることができるんですよ。ですけども V900X は電源切っちゃうと開かないんですね。はい、これがなんかちょっと細かな違いと言いますか、はい、僕はちょっと電源切ってる状態でも開いた方が僕はいいかなと思いますね。
こう中にテープが入ってたらいちいち電源入れなきゃいけないんで、まあそれがねあるんで、僕はどっちかというとどうかな、あんまりこうパワーローディングじゃなくて手動の方が好きかなというところですね。はい、はい、じゃあちょっとヘッドの部分見ていきましょうね。でリットはまあ普通にこうやって外れます。このね後ろのパネルもねこのホルダーの開閉に連動してね、こうやってここも動くんですよ。はい、ヘッドの周りはこのようになってまして、コンビネーションヘッドの3ヘッドに、シングルキャプスタンという、そういった構成になってます。で、このコンビネーションヘッドはですね、この V900X はコバルトアモルファスです。で、まあ、ちなみに説明書にもね、コバルトアモルファスって書いてあるんですけども、これが Z5000 になると、パーマロイになるんですよね。ハードパーマロイになるんですね。これZ5000 もね、説明書を見たんですけども、やっぱりね、パーマロイになってるようで、ちょっとやっぱ違うんですね。で、まあ、シングルキャップスタンなんですけども、モーターはダイレクトドライブということで、ワーフラーの少なさはね、なかなかです。はい。これカタログスペックでいくとどれぐらいだったかな。一応カタログスペックだとね、0.028 が出るそうです。はい。で、まあ、あと特徴的なところはですね、ここが消去ヘッドなんですけど、この上になんか棒みたいなものがですね、あるんですよ。で、この裏になんかね、フェルトみたいなのがついてるんですよ。まあ、こういう構造もね、他のデッキにはあるんですが、まあ、一応こういうね、再生すると、こうですね、この消去ヘッドと、こう、フェルトでね、こうテープを挟み込むといった、はい、そういった構造になってますね。まあこうすることであれですかね、このコンビネーションヘッドに、対するちょっとテンションをね、テープのテンションを確保するといった、形になってるでしょうか。はい。はい。では今からですね、このデッキでカセットテープに録音してみようと思います。まあ、ついでにオートキャリブレーションだったり、オートフェーダーだったり、まあそういった機能もね、ちょっと、ついでに試してみたいと思います。では、まずはですね、クリーニングタイムからいきましょう。はい。ではやっていきたいと思います。まず使うテープなんですけど、まあ、まずはおなじみのこれ。はい。フォックス。じゃあこれを。じゃあまずは、あれですかね。オートキャリブレーションからいきましょうか。はい。はい。オートキャリブレーションのやり方は、まあ一応ね、説明書の、ここね、22ページと23ページに書かれてるんですけども、まあ簡単です。テープをセットして、まあセットしましたね。セットしたら、あれちょっと待って。なんでクロームになってんねん。なんであれちょっとあれですね。これね、なんか今現行のテープあるあるなんですけどね、ハーフのね、作りがね、ちょっと若干甘くてね、デッキによってはね、間違って認識することがあるんですよね。あ、まだダメか。はい、ちょっとね、マスキングテープを、二重に貼りました。これでどうやろう。あ、いきましたね。はい。はい、失礼しました。まあ、オートキャリブレーションのやり方は別にね、難しくありません。テープをセットして、まあ、セットしましたね。そしたら、ここのオートキャルを押すだけです。そうするとね、始まるということで、じゃあちょっとやってみましょう。はい。OK です。だいたい説明書だとだいたい14秒から16秒の間、なんか動作するって書いてありますね。はい。だいぶ前にオートチューニング特集なんていう動画ね、作りましたけど、その時に登場したデッキの1台がね、これなんですけども、はい。一応ですね、録音感度、バイアス、そしてイコライザーとね、3点
調整するようになってますんで、調整の精度はねなかなかいいと思います。はい、じゃあこっからちょっと録音してみましょうか。じゃあちょっと、CD 流しますね。で一応ねこれ説明書はねどっかに書いてあるかな。あった。で一応ね説明書に録音レベルのセットの仕方書いてあるんですけど、これ0デシベルを超えない範囲でできるだけ大きく指示するように録音レベルをセットすることが基本的な目安となりますが、なんたらかんたって書いてあるんですけど、まあメーターのこのスケールがだからマイナス4が 0VU なんで、まあプラス2ぐらいを狙いましょうか。はい、じゃあちょっとね、ここでオートフェーダーの機能を使ってみましょう。オートフェーダーの機能はですね、はい、オートフェーダーの機能の説明はね、ここに書いてあります。で、とりあえず、この、この秒数は真ん中にしておいて、じゃあちょっとこれでフェードアウトボタンを押してみますね。さあ、どうなるかな？結構早い。結構早かったな。で、自動で止まります。はい。で、フェードインは逆かな。フェードインは多分ね、もうちょっと長くしましょうか。ちょっと早かったですね。じゃあ、マックスにして、じゃあ、フェードインボタン押しますね。はい。こんな風にね、綺麗にフェードインフェードアウトやってくれるようになってますね。一旦ポーズして、あとはですね、あとね、やっておきたい機能はあれですね。オートキャリブレーションの、メモリ、設定値のメモリですね。これは、メモリの仕方っていうところに書いてあるんですけど、オートキャリブレーションが完了してる状態で、またここを押すそうです。ここを押すと、違う。違う。間違えました。ここがボタンになってますわ。このライトっていう、このちっこい緑のボタンですね。これを押すと、あれ大丈夫なのかな？なりましたね。ここ。メモリのインジケーターが点灯しました。はい。これで、記憶できてるそうです。ということは、このリファレンスっていうところを押して、そうすると初期値に戻るんですけど、戻してこれ録音すると、ちょっと待って。これでも今初期値で録音してるんですけど、で、これこのまま今動いてる状態でいけるのかな？ちょっとやってみますね。で、リードを押すと、ダメか。止めないといけないか。止めないと効かないみたいですね。止めて、このリードっていうとこ押すと、これで読み込まれましたね。はい。で、そうすると、またさっき調整した値にセットされるということですね。
はい、ですね、ノーマルハイポジメタルとね、ちょっとね、音でお送りしましたけども、基本はやっぱりね、ティアックなんで、フラットな音です。ただね、ちょっとフォックスでやってみたんですけど、フォックスがね、なんかちょっと苦しい感じがありましたね。なんだろうな、ちょっと相性の問題もあるんですかね。さっきのね、こっちの SA とか MAR、これはもう全然もうバッチリでした。はい。はい。ではですね、ちょっと DBX で録音してみたいと思います。ちょっと性能が高めのテープにね、してみます。TDK の AR ですね。はい。これでやってみます。はい。で、まずはオッドキャリブレーション。はい。で、DBX で録音するには、ここですね。この DBX のスイッチを、入れると。そうすると、ここに、DBX ってつきますね。これで、DBX の録音ができます。はい。じゃあ、ちょっとやってみましょうか。で、やっぱ DBX といったらね、必須ノイズがもう本当になくなってしまうというね、そういった超強力なノイズリダクション。で、これ聞いてみてもね、全然、本当聞こえるのはね、アンプのノイズくらい、はい、それぐらいね、必須ノイズが消えてしまうんですけども、はい、じゃあちょっと流してみますね。はい、選曲は適当ですけど、そうですね。で、DBX の場合は、メーターをね、めちゃめちゃ大きく振らしても、歪まないっていう風になってますけど、僕はやっぱりちょっと余裕持たせてね、いつも通りな感じで、いつも通りかちょっと高めぐらい、にしますかね。で、初めの方に言った DBX ディスクっていうモード、これを押すと、なんかね、ドル PC の独特な息継ぎ状態のような感じの音、もうちょっと低音がボン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 出てる感じなんですけど、はい。これはあれですよね。DBX だから、デッキに入るところは、そのまま DBX で加工された信号が入ってきて、で、だから再生の時だけ、DBX のデッキの中の DBX 回路を通すっていう、形になるんでしょうかね。多分それで合ってると思うんですけど、はい。DBX ディスクについてね、なんか知ってる方いましたら、ちょっと教えていただけると嬉しいです。はい。めったに使わないでしょう。じゃあ戻します。はい。これは普通の DBX。はい。じゃあちょっと DBX で録音した音をね、お届けしたいと思います。ちょっとね、最初ね、ドルビーオフの状態からスタートするので、必須ノイズの消え方にちょっと、注目してみてください。さあ、今からですね、キャビネットを開けて、この V900X の禁断の中身を見ていきましょう。はい、左右とデッキの後ろ、2本ずつですね、ネジを外しました。これで、はい、開きます。では、開けていきましょう。オープンザキャビネット。はい、これが V900X の内部です。なかなかパンチが効いてます。前に Z5000 のね、中も見てみたんですけども、あれもすごかったですね。
で、さすがね、V900X、Z5000 のね、血が流れてるだけあって、なかなか迫力のある、内部になってます。はい。じゃあちょっと各所アップで見ていきたいと思います。まずはメカの部分ですね。ティアックのメカといったらやっぱりこれかな。このベルトのプーリー。このでっかいプーリーですね。これでヘッドの動作だったり、あとこの機種だとカセットホルダーのオープンだけですね。オープンの動作をここでやってるといった形になってます。はい。で、ちなみにこのプーリーを使ってるメーカーはですね、V9000 もそうなんですね。結構新しいんですけど、結構新しいって言っても、まあ、1989とか90年かな。あの辺なんですけども、あれもですね、一応こういうプーリーを使ったメカになってます。はい。ただね、やっぱりちょっと、なんだろうね、やっぱ改良されてたりして、例えばここにね、あれ、なんだっけ、メカの状態を検知する、まあそういう機構がついてるんですけど、これをね、まあ V900X は、半固定じゃない、普通の可変抵抗器ですね。可変抵抗器でやってるんですけど、V9000 は、なんだっけ、電気的な接点、まあいわゆるロータリーエンコーダーってやつですね。あれでやってます。まあでも基本構造はね、V9000 までやっぱりね、このベルトのプーリーだったり、やっぱこういうところから引き継がれてるのかなって思いますね。はい。で、これ、ちょっとこっからは見えるかな。はい。これがあれですね。アシストモーター。まあメカを動かすモーターですね。はい。じゃあちょっと今カセットを入れたので、これで操作してみましょう。じゃあ再生ボタンを押しますね。はい。こんな風に回ります。で、停止。はい。再生。停止。で、これが巻き戻しかな。再生。停止。巻き戻し。早送り。はい。こんな感じでね、ここがね、動いて、テープが回るといった形になってます。そして、ここが、はい、キャップスタン、ダイレクトドライブですね、これね。はい。ではちょっと基板の方に行ってみましょう。はい。メカの後ろについてるのが、ここがあれですね。制御系、ロジック系ですね。はい。これがマイコンです。おそらくこれでね、いろいろデッキの、コントロールをしてると思います。はい。配線がやっぱり多くてあれですね。中が見えないですね。はい。すごいですね、この配線の本数が。で、さらにカメラをね、手前に引いていくと、ここが電源です。はい。で、この電源トランスは、こう、背面パネルにこうやってくっついてる感じですね。なんかあれかな、中道のデッキもそうですよね。確かね。はい。そして、電源がね、ここなんですよね、電源。で、なんか、コンデンサーがね、やけに新しいのがついてますけども、実はですね、今回の V900X、コンデンサーがパンクして、ちょっと、音がね、音っていうか、すごい盛大にノイズが出るようになってしまったということでね、まあちょっとね、こう、電源の部分だけね、電解コンデンサーを新しくしてるっていう風になってますけども、はい。これとかね、1万マイクロファラッド。はい。めちゃくちゃでかいです。基板自立型っていうやつかな。要は足がぶっといやつですね。普通の電子部品みたいにリード線が、ないタイプですね。はい。そういったね、コンデンサーをね、ここで使ってます。で、今回ね、パンクしてたコンデンサーはね、ここだったんですよ、ここ。なんかね、前 C3X の紹介動画だったかな。あの時になんかちょっとね、コメントでなんかティアックのデッキってちょっと電源に無理がかかってるとかっていうね、情報がありましたけどもね、やっぱりそうなのかなって今回思いました。やっぱまあちょっとお見せしますか。パンクした電解コンデンサー。はい、こちらが、もともとついていた、パンクした電解コンデンサーですね。はい。で、表からこうやって見てみると、別に何の変哲もないんですけども、ここのね、ゴムから電解液がね、ちょっと漏れ出した感じですかね。はい。もうね、この端子がね、腐食してしまってるんですよね。で、端子がこう、もうなくなっちゃってるんですけど、腐食して。
で、そのためになんだろうな、こう電解コンデンサーがない状態の電源回路になってしまったということで、でまあね電源がねこう併活されないですからね、それですごいノイズが出ちゃったというのが今回です。はい。いやー、これはなか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 、はい、こういうことあるんですね。でまあちょうどねこうやってね2個ついてるんですけども、まあプラス電源とマイナス電源をねここで作ってるんですけど、どっちだったっけな、プラスが確か死んでたのかな。テスターで測るとね、まあもともとは 12. 点何ボルトっていう電圧なんですけどね、なんかね11ボルト台になって出てまして、でとかね、あとなんだっけ、交流レンジで測ってみると交流成分が出てくるということでね、あ、これはもしかしてと思ってね、異常に気づきましたね。はい。でね、隣にあるこの放熱板あるんですけど、これね、まあちょっとトランジスタっぽく見えるんですけど、実はですね、これ3端子レギュレーターなんですよ。普通はね、なんだっけ、普通のパワートランジスタでね、電源回路を組んでることが多いんですけど、このデッキはね、ちょっとズームしますとね、見えますかね、7812って書いてあります。これまあ電子工作とかね好きな方だったら結構馴染みのある番号かなと思うんですけど、12V 用の3端子レギュレーターです。はい。これがですね、これ78はプラス電源用で、隣にあるのが7912っていうね、まあマイナス、負電源ですね。はい。負電源をここで作ってます。はい。では今度はこっち側ですね。こっちはあれですね。アンプの回路になってます。アンプと、このデッキはオートチューニングがあるので、オートチューニングのね、回路があります。で、オートチューニングはここですね。ここ。はい。まあ、録音関係がこのね、まあ、見えている基板に来てると、いった形になってますね。はい。で、これがバイアスの発信回路ですね。はい。で、あと、ちょっとね、気になる電子部品がこれなんですけど、これ、ね、なんか、ポータブルゲーム機のね、なんかバッテリーパックみたいな形をしてますけど、これね、これフィルムコンデンサーだと思うんですよ。ゴールドキャップとかってね、プリント基板にね、印字されてるんですけど、これあれかな、ちょっと、はい、こんな風にゴールドキャップって書いてありますね。なんかマークからして、左下に書いてあるマークからしてね、これ多分、あれかな、松下製なのかな。はい。なんかコンデンサー、でっかいフィルムコンデンサーがついてますね。これ何用に使うのかね、ちょっとわかんないですね。配線図もちょっと見当たらなかったんで、ちょっとわからないんですが。で、ここの基板の下に、再生用のアンプがあるということで、まあ、ちょっとこれ、避けて下見てみましょうか。はい、こうなってます。で、ドルビーノイズリダクションの IC が1、2、3、4と。はい。まあ、3ヘッドなんでね、録音用と再生用でね、2個ずつある形になってます。これは日立製ですね、日立製。赤いのデッキでよく使ってますね。赤いの GX93 とか73のあたりは、日立製のドルビー IC が載ってますね。で、まあ、回路のレイアウトはですね、まあ、ソニーみたいに、たくさんのコンデンサーやら、オペアンプやら、いっぱい通すっていうわけではなくて、もう本当にシンプル。ね、もうここにオペアンプがあって、増幅して、あとイコライザー通してって感じで。で、そして最後、ここにね、垂直に基板が立ってますけども、ここが DBX の、回路になってます。ちょっとじゃあ、カメラね、反対側から映しましょう。はい、こんな風になってるわけですけども、なんか DBX の回路って、こういうね、コネクタでね、こう、差し込まれていることがね、結構あるんですよね。うん。赤いの GX93 とかね、もうそうですよね。はい。
でこうやってね刺さってるわけなんですけども、あとはこう半固定抵抗がねこう何個もあって、ここでいろいろね、調整するようになってます。はい。で、ここの DBX のこの IC ですね、これですね。はい。これが合計8個ですか。これあれかな、なんか再生とか、録音するときに左と右で2個ずつ使うっていうことですかね。なんかドルビー C の初期のドルビー C みたいに、はい、なんか2つの IC を連結して使ってるような、感じがしますけども。でちょっとちなみにおまけで外してみましょう。こうね、ドライバーでネジを緩めて、こうね、こうやってよいしょ、こんな感じで、はい、よいしょ、はい、こんな風に、簡単に外すことができます。裏がすごい。これね、チップ抵抗かな、これは。チップ抵抗ですかね。はい。裏にもね、ぎっしり電子部品、表面実装の部品がね、ぎっしり詰まってますね。すごいです。はい、今回は、TIAC の V900X をたっぷり紹介してきました。大きなポイントは2つですかね。まずはオートキャリブレーション。はい。で、もう一つは DBX ですね。で、TIAC のデッキといったらね、ごついというイメージあるかもしれませんけども、このデッキはどっちかというとちょっとごつい部類に入るかなと思います。はい。で、この後継の V970X ですかね。あれになるとね、もうちょっとスマートになって、サイドウッドも確かね、ついてたと思うんですけど、はい。で、V9000 とね、あと V8000 とか、続いていくんですけども、で、V900X で、その上に Z シリーズの Z5000 とかあるんですけど、Z5000 になるとね、やっぱりもっとごついですよね。で、しかも、やっぱり、キャリブレーションが完全マニュアルになるので、あれはかなりね、僕も触ったんですけど、上級者向けのデッキですね。で、V900X は自動でやってくれるので、Z シリーズよりはね、扱いやすいと思います。あとはね、Z シリーズになると、この辺のスイッチとかね、もっと細かくなってね、もっと小さくなって、で、ボタンの数もね、ぎっしり増えるとね、いう感じで、はい。で、あと珍しいのがですね、DBX 付きのオートキャリブレーションということで、さっきもね、2つのポイントで言いましたけどもね、あんまりこの組み合わせを積んでるデッキってね、少ないと思うんですよね。はい。で、そもそもあと、ティアックって言ったらね、どっちかというと、やっぱマニュアル調整のイメージがね、僕はあるんですけど、はい。その中で、数少ない、ティアックの中でも少ないこのオートキャリブレーションを搭載したデッキということでね、一応ね V シリーズの上位機種ということなんですけども、やっぱりこの Z シリーズに似た外観はいいですね。むしろね Z シリーズの方が、あれはすごい操作が難しいんで、もう扱いやすさで言ったらね、むしろこっちの方がいいんじゃないかなって思います。はい。ということで、今回はこちらの TIAC V900X を紹介しました。またですね、定番なデッキはもちろんなんですけども、ちょっとね、マイナーなデッキだったり、珍しいデッキだったりもですね、デッキ紹介シリーズではね、やっていきたいと思いますので、ちょっとね、動画作るのにね、時間はね、かかりますけども、好評いただいているので、またね、やっていきたいと思いますので、見ていただけると嬉しいです。ではまた。